早く入れないと。皆さんおはようございます。スティーブテキ店のあーちゃんです。今日もまた RX7 のプロジェクトの日ですね。まあこの前のビデオでは多分見てないんだけど、ちょっとカメラ使ってないで俺とパパがフッドボネットを取りました。ここにボネットを一応置きました。でここで何このパーツなんでこんなにあるのと思うかもしれないんだけど、これは全部売りに出しました。このいろいろなアプリとかウェブサイトで結構パーツ売ってるので、なんかここに欲しいパーツがあればコメントに残して、まだあったらあーちゃんプライスで交渉して売ります。こうやってちゃんと売らないとプロジェクト FC が続かない。お金がだんだんなくなって、車もまだまだなのに、こうやって買って売って買って売って、そうやってお金を稼いで全部こうやって使い戻す方法でこれを全部一応売りたいと思います。ガソリンタンクとかこの前のシートレールとか古いドアパネル、ここに全部黒く塗ったパーツもあるし、ボネットやマフラーや古いダッシュのフレームもあるし、ベントとかあって、それでパパにお願いされたのは 240Z とかの古いサスを売りに出してみてとかって言われて、こうやって結構売ってバータリングしたりするのが楽しいので結構勉強になってていいんだけど、早くもっとお金稼いで FC を終わらせないとダメだよね。 FC に最初にお金を全部やって、それで未来への車にもね、あとかわいそうにスバルにもね、お金ちょっとかけないと。新しいフィールつけたり、ターボもやりたいけど、いつかねスバルと出会いした時に結構新しいパーツつけたいと思います。でも今日は結構忙しい日です。ではちょっと見せます。かっけーよ。ほらこれ出しとく。重い。よし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 。いい。うわ、綺麗に梱包されてるね。見て。すごい綺麗に入ってる。わーお。ISC のレンチ。物が綺麗。俺日本語で書いてあるぜ。アレックス読めるかな？ブラケット。膠着予防グリス。あとは膠着予防として食に塗って、ね、塗るかな、塗って、ブラケットを装着してください。読めた？パパの日本語すごいでしょ？羨ましいでしょ？ちょっと言って。羨ましいでしょ？ノーコメント。じゃあ開けよう。いい。おお。いいね。なんかクリスマスみたいな感じだよね、これ。ね、これ後ろのやつだ。綺麗に開けましょう。日本的でしょ。アメリカンスタイルだったらもうワイルドに開けるでしょ。クリスマスみたいに。おー、なったら見せないよ。見たい。じゃじゃーん。わー。ナイス。綺麗。ISC マツダ RX7FC 用のもの。わー、めっちゃいいじゃん。なんか合うね。ゴールドと今回のテーマにぴったりじゃない？色的には、エンジンとかみんな言えないんだよね、これは。反対側のやつも開けよう。じゃじゃーん。後ろはかっこいいんじゃない？じゃあ次は俺も開けたい。あっちゃんはそう次開けるのはあっちゃんだよ。頑張れ、負けない。ただSEA 選手はショックたった2本にも負けてる負けた顔負けた顔、つらい顔。今何メートル泳いだ？400メートルの最後だよ。最後あと25、あと50、頑張れナイス。
オッケー、開けよう。なんだい。おお、これ前だよね。これが前。おお、いいね。早く開けて、もう今パッキングはどれでもいい。そうだよね。関係ない。丁寧に、日本的に開けよ結構日本的なパッキングしてるね。う。そうだよ。日本よりのパン綺麗だよね。ちゃんとね。ちゃんとしている。アメリカよりしっかりしているんじゃない？普通のあの辺のメーカーより。おお、キャンバープレート見えてきたぜ。キャンバープレート見えてきたぜ。おお、かっけーわーお、ナイス。ずいぶんキャンバー調整できるんだよね、ここで。まあ、いいじゃん。精一杯やるんだけど、もっと必要になってくるのかな。かっけー、見せて ISC の。おー、嬉しい？嬉しいね。いいものにできてよかったな。ね。じゃあもう一本開けよう。ナイス。このブレーキもうダメだよね。これ腐ってるし、こういうところもダメだし、4ラグだし、いつか5ラグにしたいから、まあそれは次のビデオに話すんだけど、今日はやりたいのはサスを取ること、ブレーキをばらすこと、取って、で、まあ時間があったらこういうのも絶対今回のビデオではできないかもしれないんだけど、次のビデオで絶対やるし、全部こういうのをペンキしたいと思います。で、こちら見れば今日の朝起きて、ここにちょっとスプレーでボルトやナッツが簡単に取れるように全部なんかつけました。全部後ろと前にも。後ろのハッチを一回開けて、でまあここにこう入ってスピーカーも入ったんだけど、結構簡単ですね。ボルト2個だけで、ここに見れば下にこの1個だけあって、すぐ取れるよね。反対側もまあ同じに決まってるんだけど、そうで、前もちょっとまだカバーがあったね。もうこのカバーはいらないんだけど、そういう感じで4つで、下にここに2つがあって、そうですね。まあ結構このサスやるには結構簡単だと思います。で、ちゃんと言った感じみたいにボルトを全部一回スプレーで簡単に取れるようにしました。ここにあったこうパチンと入ってたクリップを今取って、これが開きました。こういうレンチ使って、でハイパーモンキーすごいですねを使ってブレーキライン取りました。今ちょっとまだあれが入ってて、ちょっとこぼれないようにタオルで今巻いてるんだけど、取れました。次にやるのはこの 17mm のボルトを取ります。こういうインパクトがあって簡単ですね、こういうの取るの。で、次にここにあるやつもやります。やっと思ったよりなんか結構あったんだけど、これで取れる。何を取れた？上の今のボルトと下にも2個あって、2つはあったんだよね。それとこのボルト、お、来た重い？ちょっとウェイトリフティング。はい、上。今日トレーニングしてないでしょ？筋トレが。あ、そっか。いいね。ナイスじゃない？あら、このアクセルはね、大丈夫そうじゃない？まあドーナツやりすぎて壊れる、後で壊れるかも。グリースがまだ当時のグリースがついてるし、この辺やっぱりペンキしたいよね。これペンキしたいよね。これペンキ全部するね。じゃあ頑張ってやってください。はい、これナイス。
ね。ないね。これ先に取っちゃえばそこだよね。完全に取らなくてもとりあえず途中まででも。はい。ところでみんなに見せて先になぜ簡単に取れたかというと、今回は WD-40 をちゃんとスプレーしたんだよね。ね、スプレーしてから30分1時間待ってこうより簡単に取れてます。次にやりたいのはここをワイヤーブラシできれいにしたいと思います。それでこのコントロールアーム、こことここも、あとやっとにここもペンキ黒く塗りたいと思います。でもしかしたらやっぱりここもちょっと汚いし、左にマフラーが出るつもりなのでここも見えるから、これもペンキしてブラシやりましょう。今なるべくベストでブラシできれいにして、次はラストレフォーマーを使って全部黒を塗ります。じゃあ始める。よし。オーバースプレーは今関係ない。これ古いし、全部ね、関係ない。ここもちゃんと一番大事なところをちゃんとプラスチックで巻いてるから、もう大丈夫。そこコントロールアームこっちの方を先にやろうか。ね。かっこいいんじゃないですか。全然さっきよりいいよね。いいね。ナイス、あーちゃん。ナイス。両方終わりましたね。結構綺麗になりました。でも一回やっぱり始まると止まらないから、今はここまでですね。ペンキも一応なくなっちゃったし、今はもっと買いに行かないと。 OK。プラス、うん。まずそのダストキャップ、このカバーを広く開いてコンと掴んで、多分取れなかったらドライバーで少しこう中に入れるんだけど、たまにこう右左にちょこ右左に錆びてるのかな。じゃあ少しドライバーを気持ち、そうで回して、また反対の方もそこも結構ゴミがすごいね。はい、少し隙間できたんだよね。はい、次は右左、はい。おう。わあ、古いグリス。で、今度ピンがあるでしょ、そこに。あら、日本人のみんなに怒られるよ。手袋がないこと。もうないもん。ない？ない。怒られるよ。今日買ってこなきゃ。買ってこない。日本に怒られるぜ。これさ、これもうベアリングまでだよね。もう取れたんだよね。OK、じゃあ次はここのピン。このピンね。もう通る。肩ピンですか。だね。もうまっすぐにして、で引っ張ればいいんじゃないですか。ゆっくり。はい、OK、ナイス。じゃあ次はこの上。このナットをね。はい。じゃあトップ工業さんよろしく。よろしく。インパクトじゃなくて大丈夫じゃない？多分。回った？回った。
回るのかな、手でよ。もう取れたから。OK。OK。OK。はい、電気のやつでいきましょう。気をつけて、ゆっくり引っ張って、はいよ。できるかな？さっきスプレーしたんだよ。向きを考えて。おーほほほー、ナイス。ふう。車古ければ古いほどそういうのはね、難しくなるんだよ。はい。ナイス。ちょっと前に合わせてみて。まだ天気してないんだけど。そうだね。もう見えちゃう。すんごいいい感じだよ。早く入れないと。ね。まあ、早くペンキ買いに行って。ね。じゃあ作業、じゃあペンキを買ってきて。はい。手にしましょう。あんまりね、本人は言わないから、あれなんだけど、パパとして、嬉しいというか、すごいなと思うよね。ちょっとどこまで本当にもう、ただ2週間、3週間ぐらいでどんだけできたのかっていうことをちょっと見てみようか。ね。本人から説明があったかどうかわかんないんだけど、一つ指摘したいところあります。ちょっとね。お、あっちゃんがいた。何してるの？もう、内装終わったって言わなかったっけ？まだ。おー、ナイス！これはいいよ。全然。考えてるよね、マーケティングは。皆さん、ご存知でしょうか？サムズアップ、スティーズ POV のステッカーは Amazon で売り出し中です。チェックしてね。サムズアップ。よろしく。頑張れ。おー、取れた。ナイス。ナイス、ハーバーフレイトのインパクト大好きだね。買ってよかったね。ね。入れようか。いいよ。入れよう。よし。よし。ほほほー。かっこいい。全然ちっちゃい。伸ばさないと。でも皆さん知ってますかね、伸ばし方ね。これをとりあえずこれを超シャコタンだよね。いや。でもいいよね。これでとりあえずこれ純正でISC からこのまま来たのでこのままにしようか。とりあえずは、ね。なんかこの感覚がなんかあるんじゃないのかなと思うんで。これ短い。いいね。全然届かないけど。次は後ろじゃない？後ろだね。よし。じゃあ同じように下から上げますよ。結構こっちも短めだよね。今はね、こうなんだけど、まあちょっとジャッキーでやってみる？いいよ。どんだけこれを伸ばさなきゃいけないのかっていうのはね、ちょっとこうやっぱりやってみたい。届く？届く。そこ？うん。まあそのぐらいでこれちょっと調整しないと、ここ回さないと。あ、本当？うん。でも入る。でも入るんだ。よかったね、アレックス。超シャコタン。正しくね入れましょうね。っていうのは、下からこのスピンドルこれジャッキーでこれを上げて、これで繋いでから上に上げたいと思うんだけど、確かにグリースもついてきたんだよね。ついてきたからちゃんと中に入れて、それでやんないと。やりましょう。正しくはね。これは最初につけるこの中に
まあ、塗るやつですね。で、このもう一個の、このベア、まあ、頑張れピローアッ頑張ってパーマウントベアリング。まあ、これは、グリス。まあ、グリス、はい、まあ、そんな時間がないから、これは前の方に、まあ、1年に1回ぐらい、上のトップマウントに、新しく塗ります。ここの上の、ここですね。僕のスバル覚えてるかな？ビデオでやったんだけど、ここにもう一回グリース塗りました。ということは、ピローアッパーマウントベアリンググリース、メンテナンス時のグリースアップにお使いくださいということです。なんで日本の説明が英語より全然あるの？うん。日本でも ISC は人気なんだから。すごいサスなんだから。正しい日本語にもなってるのはまたすごいんじゃない？うん。ショックツーブスレッド。それはここですね。はい。ブラケット膠着予防グリース。膠着予防としてショックに塗ってブラケットをなんとかしてください。装着してくださいっていうことでございます。入れるっていう意味。進んでる日本語ね。アレックスはいつかこのレベルになると思います。超えると思います。はい、やろう。早く。寒いから。今何のブラシ使ってんの？いや、ちょっと見せて。ちょっと見せて。サビを落としてるんだ見せて。これ何それ？俺確か多分アレックスと同じぐらい20歳の時から持ってるブラシなんじゃよく聞くから捨てないんだよ。はい、今日の夜ゴミに入れる。あっちゃんもママに影響されてるよ。何でも捨てるんだよね。手につかないようにこういうやり方をしているんだけど、かけすぎたかな？こんなもんかな？まあかけすぎの方がいいじゃん。一応出てくるから。まあそうだね。少ないよりはいい。OK。こっちの太い方がこっち側ということですね。こっち側。はい。そうですね。軽くてもこうね入れればいいと思います。OK。じゃあジャックアップして上に上げようか。おいしい。入った？ちょっと下げてください。ちょっとだけ。なあ。上に行って。OK。はい。OK。もう一回。そこ。OK。やっと全部タイトにしました。いい感じだよ。かっこいい。かっこいい。で、明日の DIY 何が来ると思う？ヒント。何がここに入るの？わかんないね。来週のビデオ見てみないとわかんないよね。わかんないね。じゃあ反対側もやって。寒いから中に入ろう。ね。